こんにちは、翔平です。今日の日本株式会社物語は第一三共です。三共と第一製薬という2つの流れを受け継ぎ、今は世界のがん領域で注目される製薬会社です。第一三共の入り口には2つの名前があります。三共と第一製薬。どちらも日本の近代医薬品の歴史を歩いてきた会社です。一つの会社を見る前に、まず2つの川を見ます。三共の歴史にはタカジアスターゼやアドレナリンのような名前が出てきます。薬を売るだけでなく、研究し、作り、品質を守る。そこに日本の製薬会社としての目があります。第一製薬もまた医薬品を通じて近代の医療と向き合ってきました。病気に対する知識、製造、販売、安全性の確認。製薬会社は研究だけでも商いだけでも成り立ちません。2005年、三共と第一製薬は共同持ち株会社として第一三共を設立しました。統合は名前を合わせるだけではありません。研究、人材、販売網、資本を組み直す大きな決断です。日本の製薬会社でありながら、第一三共の物語は国内だけでは終わりません。薬の開発競争は世界で起きます。市場も審査も提携先も国境を越えて広がります。今の第一三共を見るとき、大きな重心はがん領域です。製品名だけを追うのではなく、どの病気の領域に研究資源を置き、どの技術を磨いているかを見ます。ここで LADC という言葉が出てきます。抗体薬物複合体です。細かな説明は医療の専門領域ですが、企業を見るためには薬を届ける設計思想の一つとして理解します。第一三共が強く打ち出しているのが DXDADC です。抗体、リンカー、薬剤を組み合わせる技術のまとまりとして、同社の研究開発の中心に置かれています。その象徴としてよく語られるのがエンヘルツです。ただし、この動画では医療上の判断には踏み込みません。投資家として見るのは成長の柱であることと、その柱がどれほど大きくなったかです。第一三共はアストラゼネカとの提携を通じてエンヘルツなどを世界で展開してきました。自社だけで世界中に届けるのではなく、提携によって開発、販売、費用、利益を分け合う形です。次に見られるのはダト DXD や HER3 など次の ADC 候補です。候補は未来の可能性ですが、確定した売上ではありません。期待と不確実性を同じ机に置きます。メルクとの提携も大きな材料です。複数の ADC 候補についてグローバルな開発と商業化を進める枠組みです。提携は追い風にもなりますが、契約の条件や費用も読む必要があります。薬は研究室で思いついたらすぐ市場に出るものではありません。試験、審査、審査、安全性、製造供給、いくつもの門を越えて、ようやく患者さんの近くへ向かいます。だから開発中の薬については必ず承認されるとは言いません。予定、審査、審査、開発中という言葉を分けてみます。製薬会社の物語では希望と確定を混ぜないことが大切です。ここで翔平の小さな帳簿を開きます。第一三共の数字には成長する製品、研究開発費、提携費用、そしてグローバル化の重さが現れます。2026年3月期、つまり2025年度の売上収益は2兆1230億円でした。大きな売上の後ろには国内医薬品だけでなく世界市場で伸びる製品があります。同じ期のコア営業利益は3600億円でした。第一三共は事業の実力を見るためにコア指標も示しています。ただし、コアだけで全体を判断するわけではありません。営業利益は2291億円でした。報告ベースの数字には、研究開発や提携、会計上の変動も現れます。製薬会社の利益は一項だけで読みにくいものです。親会社の所有者に帰属する当期利益は2599億円でした。売上、コア利益、営業利益、当期利益を並べてみると、成長と費用の両方が見えてきます。2026年度の会社予想では、売上収益2兆2800億円、コア営業利益3600億円、営業利益3150億円、当期利益2600億円です。予想は地図ですが、
地図は道中の天気まで保証しません。第一三共の魅力は成長する製品と技術にあります。一方で研究開発には大きな費用が必要です。未来を作るための支出が今の利益を重くすることもあります。共同開発は単純にいい話だけではありません。費用を分担し、販売を広め、利益も分け合います。提携のニュースを見るときは、相手の名前だけでなく、帳簿の流れを見ます。官領域の製品が世界で伸びるほど、第一三共は日本の会社でありながら、世界の医薬品市場の会社になります。為替規制、薬価競合も国をまたいで効いてきます。投資家が見るかには、エンヘルトの成長、次の ADC 候補、提携契約、研究開発費、製造供給、薬価と規制、特許為替です。一つの製品だけでなく、時間軸を分けてみます。一つ目の鍵はエンヘルツです。成長の中心であるほど、会社全体への影響も大きくなります。強い柱は魅力ですが、その柱への依存も同時に見ます。二つ目は次の ADC 候補です。次の柱が育てば、成長の物語は広がります。しかし、開発中である限り、結果はまだ確定していません。三つ目は契約です。アストラゼネカやメルクとの提携は、世界展開の大きな力になります。一方で、収益配分、費用、マイルストンなど、数字の読み方も複雑になります。四つ目は製造供給です。医薬品は研究だけでなく、品質を守って安定して供給する力が必要です。世界で売れるほど、作る力と届ける力も問われます。一つ目のリスクは開発です。後期試験まで進んでも、期待通りの結果や承認につながるとは限りません。製薬会社の未来はいつも試験と審査の先にあります。二つ目は安全性です。医薬品では有効性だけでなく安全性の確認が欠かせません。企業の物語として見ても、ここは軽く扱えない重い確認事項です。三つ目は競争です。万領域には世界中の大手製薬会社が集まります。良い技術を持っていても、競合薬、臨床データ、販売力の競争が続きます。四つ目は薬価と規制です。国が変われば、審査制度、価格制度、保険制度も変わります。薬が必要とされることと、会社の収益になることは同じではありません。五つ目は為替と契約費用です。海外売上が大きくなるほど為替の影響を受けます。提携が大きくなるほど、費用や利益配分も慎重に読む必要があります。今日の鍵、一つ目。第一三共は、三共と第一製薬という二つの歴史を受け継ぐ製薬会社です。統合の背景には、日本の近代医薬品の蓄積があります。二つ目。今の成長の中心は、DXDADC を軸にしたグローバルオンコロジーです。日本初の研究が世界の市場と提携網につながっています。三つ目、製薬会社を見るときは、成長する薬だけでなく、次の候補、提携契約、研究開発費、安全性、規制を一緒に見る必要があります。第一三共の物語は、二つの源流から始まり、研究の小さな粒を世界市場へ運ぶ物語です。強い成長の裏側には、長い試験、厳しい審査、大きな費用、提携の帳簿があります。次に第一三共を見るときは、一つの製品名だけでなく、その後ろにある技術、提携、次の候補、そしてリスクの時間軸を見てください。数字の裏側には、いつも人と社会を支える仕組みがあります。上杉翔平でした。次の章でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。